こんにちは、ハルトです。9ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。そのままの自分を生きてみる精神科医が教える心が楽になるコツは、精神科医の藤谷栽在氏による自己修養の大切さを説いた使用書です。現代社会では、こうあるべき、もっと頑張らなければならないといったプレッシャーが答えず、私たちにかかっています。そのため、多くの人が本当の自分を金遣い、常に心のどこかで無理をして生きている現状に悩まされています。本書は精神科医として日々多くの患者と向き合う中で得た気づきや心理学の視点から自分らしく生きるための具体的なコツを分かりやすく紹介しています。読み進めるうちに必要以上に自分を責めたり他人と比較して劣等感を抱いたりすることがどれほど心に負担をかけているのかに気づかされます。自分を大切に扱うことは決してわがままでも怠惰でもありません。むしろ長く健康的に人生を歩むための大切な土台なのです。藤子氏が優しい語り口で伝える本書を通じて自分を少しずつ受け入れ心が楽になる第一步を踏み出せることでしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に自己修養の大切さ。本書の根幹をなすテーマは自己修養、つまりありのままの自分を認めて受け入れることです。精神科医という立場から藤子氏は他人や社会の期待に応えようと自分を無理に変えようとすることが心の疲弊やストレスの主な原因であると指摘します。人は完璧ではなく誰しも失敗や弱さを持っています。自分の短所すらも大切な個性の一部として受け止めることができれば他者と不要に比較することなく心安らかに生きることができます。藤間氏はこうでなければならないという思い込みを少しずつ手放し自分に優しくなれる考え方を日常に取り入れる方法を紹介します。この時間が習慣になることで少しずつ自己肯定感が育ち心身の健康が保たれるのです。次に他人との比較をやめる方法。現代社会において SNS や職場、学校など人と自分を比較せざるを得ない場面は非常に多くあります。その結果、自分は劣っているのではないかという不安や劣等感が生まれやすくなります。本書ではこうしたネガティブな比較から解放される具体的なコツが述べられます。その一つが他人の評価軸ではなく自分自身のできたことを認めること。また、人は人、自分は自分という具現力を持つマインドセットを意識的に取り入れていく方法も解説しています。具体力を通して他者と比較しなくても満たされた人生を送るコツを学ぶことができます。さらに、心の疲れに気づくサイン、無意識のうちにむつりを重ねてしまい、心が限界を迎えていることに気づけない人は少なくありません。このテーマでは、自分がどのような時に心の疲れを抱えているのか、そのサインをキャッチする方法が解説されています。イライラや寝つきの悪さ、無地が手につかなくなる感覚など、日常に現れる小さな変化に耳を傾けることが大切です。また、それらのサインが現れた時に、どのような対処やケアを行えばよいか、精神科医としてのアドバイスが具体的に解説されています。こうした心身のシグナルを適切に読み取り、休職や相談を早めに行うことが、長期的なメンタルヘルス維持には重要です。そして、頑張りすぎを手放すコツ。真面目めな人ほど自分の限界を超えて頑張ってしまう傾向があります。しかし、常に権力で頑張ることが必ずしも正解とは限りません。本書では頑張ることを減らすことへの罪悪感に対処しつつ、休む勇気の持ち方を詳しく述べています。程よい照れ向きや断る力だなど、私生活で応用しやすいアドバイスが多く盛り込まれているのが特徴です。また、やりたいことよりやらなければならないことに縛られすぎない思考法も紹介されています。これらの考え方を日常に取り入れることで、自分のペースで生きる喜びを再発見できるでしょう。最後に、自分を許すということ。どんなに努力してもうまくいかない時や、過去の失敗が頭から離れない時、多くの人は自分自身を責めがちです。
しかし、本書では自分を責める感情から解き放たれ、自分に対して許しを与えることの大切さが説かれています。不完全な自分を許容し、完璧じゃなくて良いと認めることで、心のわだかまりやストレスが自然と和らぎます。藤青氏は、日々の小さな後悔や自己否定に対して、どのように自分を励まし、いたわることができるか、その実験方法を具体的に紹介しています。自分を許すことによって、より自由で自分らしい人生を歩むことができるようになるのです。結論として、本書は生きづらさを感じているすべての方におすすめできる一冊です。特に自己否定感が強い方や他人との比較に苦しんでいる方、あるいは完璧主義で自分に厳しすぎる方にとっては大きな気づきを与えてくれます。また、日々のストレスや不安、心の疲れを解消したいと考えるビジネスパーソンや学生、子育て中の方にも役立つ内容となっています。他の自己啓発書との違いは、精神科医としての実体験をもとにした心理学的アプローチと優しく寄り添うアドバイスの数々にあります。そのままの自分を認めることは、自分を甘やかすこととは異なり、本来の自分度に戻り、健康に生きていくための大切な一部です。本書を通じて自分らしさを取り戻し、心の中にを少しずつ下ろしていくヒントを得ることができます。どんなに忙しい日々でも、自分を大切にする時間は確保する価値があります。他の本にはない事件的なアドバイスや聞かな言葉が本書には詰まっています。自分にもっと優しくなりたい、今の自分を少しでも受け入れたいと願う方には、ぜひ読んでいただきたい一冊です。自分を知り、認めいたわることで、人生が今よりもっと豊かで幸せなものになるでしょう。ご支援いただける場合は、藤尾滞在ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。